雑談です。ザコシです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかをお話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言います。昨日はね、日曜日でしょ。まあだらだらやりながらいろいろコツコツ進めながらやっとったんですが、競馬がありましてね、まあそんなにでっかいレースじゃないですよ。 G3 ダート、両方ダートの重賞でみたいな。でまあ毎週やってるわけですから、こうね、まあ以前は原戦式万馬券メソッドって言って生配信もしながら予想をねこうやってたんですけど、それはあまり伸びないんで、もう配信してる時に限って当たんないんですよね。で配信してない時に限って当たってたんで、これはやっぱ申し訳ないと思って配信するのをやめたんですよ。でまあそれでもずっと毎週やってまして、でここ 2,3 週ほんと当たってなくて、もうやっぱり夏競馬は当たんねえなと思いながら、回収率も 100% を下回ってきてね、90何パー、6% とかでしたよ。だからこれはちょっとまずいな、一発ドカンと当てなくちゃいけないとか思いながらも、やってて、土曜日も外れて、で日曜日もねどうだろうなと思いながら明け方予想して馬券買っといて、ネットでね買えるんで買っといて、こう結果をねこう昼寝してて、で気がついたらちょうど新潟の方をやってたんで、新潟の方を見てて、で新潟の方を軸さえ間違えなければ1頭は軸入ってて、で1頭全然来なくて軸が、で2頭軸のマルチで買ってるんで、2頭がワイドを買ってるようなノリですよ。ワイドで流してるんですね。でその1頭軸が来なかったんでダメだったんですけど、他の紐で押さえてたのが3着に入って、それがそこそこついてて、わー悔しいなとか、そういや函館がこれ先にやってた函館の結果見てみようと思って見たら、あれこれ俺当たってんじゃねえと思って、でその配当金額見たら19万なんぼで、僕ね自己更新しましたよ、記録やった。確か多分ね前18万がそれも1レースじゃなかったんですよね。複数1日では20何万とかあるんですけど、1レースで19万馬券っていうのは、これ多分自己記録更新しましたよ。しかしまだ20万に届かないね。いやでも嬉しかった。本当に久しぶりに19万馬券が当たりまして、でこれノートの方でそのね予想の仕方、僕の予想の仕方って、馬の気持ちは分からなくても人の気持ちなら分かる。で人の予想に乗るのが僕の予想の仕方なんです。でその当たる人、この人の目の付けど、自分の予想と近い予想ね、馬に印つけてる人とかのじゃあ対抗馬はどれなんだとかね、そういう読み方をするんで、人の考え方を予想して馬券に反映させるっていう予想の仕方なんですが、それは詳しくはノートに書いてますので、ぜひねノートの方、ご覧になって、リンクを貼ってないんで多分貼っときますんでね、それよろしくお願いします。原戦式万馬券メソッド、YouTube でも過去のやつはね当たった報告のやつとかありますけども、そういう予想の仕方をねまとめて書いてますんでね、それで久しぶりに当たったんでね、これはもうねこう言ったら僕税理なんで、そういうのがあったら何かしらなんか買うようにしてるんで、じゃあ何を買おうかなって、やっぱオリンピック見てたんで、これもう一丁スケボーを買おうと。いいスケボーね、いいスケボー、3万4万ぐらいするんでしょ、いいスケボーって。だからちょっとスケボーを買うか、それか弾かないギターを買うね、どっちかですよ。弾けないギターはねある程度コード進行ぐらいできるので、弾けるんです弾けないギターを弾くんだぜじゃなくて、弾けるんで弾かないギターを買って弾かないっていう、それもいいかな。テレキャスが欲しいんですよ。ずっとテレキャスが欲しいみたいなことをやっておりました。でね、見ましたですわ。ハリウッドザコシショーの、ミニ単独ライブシリーズシーズン12、優秀ザコシの劇場版ションベンモンキーショ
ションベンケンね、これを配信で見まして、例年、去年はコロナのあれでなかったんで、例年、毎年ずっとV 出しで一緒にね、ツアーだったらずっと回ってやってたんですけどが、今年配信のスタッフがいるんで、V 出し大丈夫ですって連絡いただきまして、じゃあね、配信、2日やってたんですけど、昨日が配信で、土曜日がライブのみのやって、ライブのみのは行けなかったんであれでしたけども、配信をさっきほんと見まして、これもう本当に、いやー、面白かったですよ。ネタバレになっちゃうんですけど、それ、ネタバレしてても、なんていうんですかね、面白い、と思いますんで、何のネタやってたかみたいなのはね、細かいところまで全部詳しくは、言いはしませんけども、話の中で出てきちゃったらごめんなさいですけども、ぜひ本当に配信を見てください。面白かった。で、土曜日に、昨日のこれやって受けたんで、これちょっとやっときますっつってね、オープニングトークでやってたのが、名古屋の市長、河村市長のモノマネ、ね、誇張しすぎた名古屋市長やってましたよ。それ本当に面白かったんで、ぜひ、配信でね、早く見たいと配信でね、そのうち多分 YouTube とかメディアでね、テレビでやるかどうかわかんないですけど、本当にそういうホットなものはね、熱いね、鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、シューマイは熱いうちに食えね、何でもいいんです、シューマイじゃなくてね、熱いうちに食った方が美味しいと思いますんで、配信で見ていただければなとね。あと今日その配信ではなかったんですけども、レパートリーには入ってなかったんですけども、エブリバでね、誇張しすぎたエブリバでドゥクリティカルヒットのやつとかね、やってましたんで、それもね、昨日やって受けたんでこれやりますってやってたのがあったりとか、モノマネ30連発の中ではいろいろね、たくさんありました。本当に面白かったね。ランジャタイが面白かったな。知ってますか？ランジャタイのうっちゃんなんちゃんのどっちうっちゃんなっちゃんうっちゃんなっちゃんなんちゃんうっちゃんうっちゃんうっちゃんなっちゃんってやつね。あれあれってあれのネタ、元々のネタも面白いんですよ。あれを誇張したやつね。元々のやつはうっちゃんなんちゃんですけど、誇張したやつはこれですっていうのが、もうこれ本当面白かったんで、ぜひ本当に配信で見ていただきたいなっていうのがありましたね。あとはね、あれです。おいでやすこが、これもうむちゃくちゃです。なんていうんですかね、知らんなーって突っ込むじゃないですか。あれのトーンがザコシと本当にね、似てるというか、わめいてる。ね、ザコシのやつはわめいてる。おいでやすこが叫んでるみたいな違いがあると思うんですけど、それも本当にすごかったな、本当に。で、たまに誇張したモノマネでトーンダウンというか、こうギャーっていくのかね、もともとオリジナルがギャーって言ってるやつはこう落ち着いたシックな感じでやる裏切りのパターンがあるじゃないですか。だからおいでやすこがそっちのパターンなのかなと思ったらそうじゃなくてね、さらにわめいてる。それは本当面白かったね。あとトークの出だしかな、ウィンウィンウィンの話をねするんですけどそれも面白かったんでね、本当にぜひ見てほしい。っていうか、そういうところもちゃんと見てるんですよね、ザコシって。だから、ただただね、ネタを探す段階でとか、ウィンウィンウィンが面白くないとか別で話題になってたものには目を通している。そしてそこから何かしらネタに転化するっていう、そういう姿勢がね、ずっとむちゃくちゃやってるだけじゃなく、むちゃくちゃやってるようには映ってるんですけど、そうじゃないっていうところが垣間見れるんですよね。で、一個滑ってたというか受けてなかったネタで、ヒョウのね真似するやつも言い訳含めて全部が面白かったんですよ。なんで本当に見ていただきたいですね。本当に面白かった。
あとね、そんなのをザコシのやつを見ながらこういろいろね、いろんなここ最近のいろんなインタビュー、単独に向けてのね、メディアの展開上、いろんなところでインタビュー記事が出てたりするのを見て、こうね、ただわめいてるだけに見えるかもしれませんけど、全部計算というか、緻密にやってますよみたいな話はしてるんですけど、それね、いろいろそのことをね、こう、僕もわかるんで、こう言いたいんですけど、ちょっと時間がないんで、これはまたね、どっか別の機会でね、詳しく書いておく。話すより書いておこうと思いますんで、しかし、そのザコシの単独ね、配信で8月15日ぐらいまで見えるのかな。なので、ぜひ、リンク貼っときますんで、本当に熱いうちに食ってくださいって感じですよね。冷やし中華なんですけど、あったかいうちに食べてくださいね、みたいな感じですわ。ね、こんな感じです、本当に。はい。ってな感じで、ザコシのね、単独、とても面白かったんで、見てくださいといったところですかね。はい。コント、エブリバディ。エブリバディじゃん。東京ホテイソンもやってたんですけど、それもむちゃくちゃで面白かったんですよ。ね、むちゃくちゃでというか。なので、本当に、配信見ていただきたいなって思いました。そんなところですが、はい。ちょうど時間となりましたね。はい。ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。